苦しい時に癒しを求めるのはとても自然なことです。誰かの言葉や優しい音楽に救われたり、楽しいことをして気を紛らわせたり、そういう支えがあるからこそ、私たちは何とか日々をやり過ごせるのだと思います。このチャンネルでお話しするのは、そういった支えとはちょっと違う方向の話です。苦しみの奥にある仕組みを見つめて、根っこから静まる道を探っていく、そんな内容です。癒しや他の方法を頼るのももちろんいいんです。でも、それでもまだ湧いてくるこの苦しみを何とかしたいと思ったら、メイコと同じ変態かもしれません。苦しみの正体は、私という感覚や、こうでなければならないという思い込みや執着です。ブッダはそれを無明と呼び、まずは苦を見よと言いました。苦しみを終わらせるには、まずその構造をしっかり観察し、理解することが出発点です。ここで言う観察とは、感情を押し込めることでも、頭で分析することでもなく、ただ気づくこと。何がどう起きているのかを淡々と見ることです。観察を重ねることで、私という感覚や、そこから生まれる渇望や恐れが、どういう仕組みで立ち上がっているのかが少しずつ明らかになります。これは簡単ではないけれど、本当の意味で苦しみを終わらせる道は、この観察を避けては通れません。とはいえ、癒しや気晴らしが悪いわけではありません。むしろ必要な時にそれらに助けられることはたくさんあります。メイコもスピリチュアルの言葉に触れて癒されたり、物理的に薬に頼ったりもします。でも、それで苦しみの根っこが変わるわけではない。ここで話すのは根本に触れるための視点です。だから、癒しや別の方法に頼るのもいいよね、と緩やかに思いながらも、このチャンネルでは、その奥にある仕組みをちゃんと見るという方向にフォーカスしています。この道は簡単じゃないし、ちょっと勇気もいります。でももし、本当に終わらせたいと心のどこかで思っているなら、そんな方にとって、ここでの話がお役に立てると嬉しいです。知識を増やすためではなく、苦しんでいる私はいなかったと気づくために観察を続ける。これはこのチャンネルで大事にしていることの一つです。なので、このチャンネルには癒し BGM も前向きな言葉で自分を盛り上げるコンテンツも出てきません。もし今のままが心地いいという人はきっとここには向いていないでしょう。でも、もうこの苦しみを根っこから覗き去りたいと願う人は、ぜひ一緒に見てみませんか？本日も最後まで見てくださりありがとうございます。このチャンネルでは、非二元やブッダの言葉をゆるっとお伝えしております。コメントや感想、すごく励みになります。また気軽に遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。